こんにちは、レイです。70年代から80年代に憧れたオールドオーディオのメンテとリペアやノスタルジックな音楽とオーディオに関する自作ラックなど DIY 工作を紹介しています。今回は暴走やまぬ制御不能な高回転ターンテーブルのパーツを取り出して本体を廃棄します。その前にさっと解体し廃棄に至る経緯をお話ししたいと思います。5年前にアームウェイトの尻だれから修理をスタート。内部ネジの劣化で強度不足が原因と分かり、取り出すとネジが簡単にたわみ曲がってしまった。数種類の代用品ネジ購入でいくつかのホームセンターに探し歩いた記憶がある。電子パーツを書き出して必要分を通販で購入。その間キャビ汚れや錆を除去し到着を待つ。店舗により取り扱い品目が違うので複数店で調達奔走していた楽しいあの頃の記憶がよみがえる。回転に影響があるコンデンサや半導体を取り替えても高回転は治らず、他の作動は影響が出ていないだけに事態はどぶぐまかし、パーツの追加発注で利用効果も含め時間的ロスと片付かない機上はご覧のありさまだ。冷却時間を置き再修理にチャレンジするが暴走が止まることはなかった。そんなわけでつい先日ラックから取り出す前まで直す気満々でした。ところが裏板を外すときミスでアームレストを折ってしまった。根元から折れたので接着剤で補修しても使用時に荷重や負担がかかりすぐダメになり、結局使わずデッドストックか。そんな状態が分かってか鬱憤が噴出し決断を促す。ああ、二度と直せないな、キャビにも傷がと思ってしまい、長年の復活と愛着が自然に突然消えてしまった。ジャンク品をこのままにしておくと廃棄の決断が揺らぐ。今が捨て時、今が捨て時、今が捨て時、今が捨て時。捨てると決めたら吉日だ。声が小さい。決めたら吉日よ。決めたら吉日。そう、それでいいよ。てなことで話を戻しますが、これから不慮の事故が重なった肝心のプレイヤーを解体していこうと思います。ターンテーブルをシャフトから抜き、スイッチ類一体型円盤型プレートからモーターを外します。モーターは中心4箇所のビスを、周辺ビスはプレートとキャビネットを固定。基板はプレート裏にビス固定で先に基板を外さないとプレートは表から取り出せない。キャビネットを裏返ししてプレートと基板とトーンアームベースを外す準備をします。作業障害になるキャスターなどすべて撤去し、キャビ周りをすっきりさせ、その中でモーターは唯一のコネクター接続なので簡単。下のアームベース高さ分を桁で確保。プレートともにこちら側からビスを外します。キャビネットに固定してある電源ケーブルやピンケーブルの留め金も撤去。次に基板類の取り出し作業に入ります。最初は操作スイッチ類の電源から始め、回転数切り替え、タクトスイッチ3箇所のコントロール周りを順番に外していきます。話は変わりますが、リード線が硬く溶接の肌株が折れてすぐ取れてしまうので注意が必要だ。小さめの基板にタクトスイッチやリード線をつないでそれをビスで固定しているので、興味本位でいじり回すのが好きな私にはこれに気がつかないことが多々あります。この辺りが機械的で昭和レトロチックを感じるが、今のエレクトロニクスはどうなのか興味がある。切り替えスイッチと電源スイッチの大きさなど実にマニアックだなぁと感じるのは私だけか。ストロボスコープのミラーボックスとランプも何かノスタルジーを感じて取り外すたびに楽しい。誰？私でした。一通りのコントロール類、スイッチが取れました。私の指先が大きく狭いので大変です。
数箇所のビスを取ると PCB は剥がれます。アーム関係以外は全て剥がし終了。このアルミダイキャスト製プレート1枚にターンテーブルやモーターと PCB が取り付けられています。そしてそれとセミオートトーンアームを支えている耐震キャビネットの作りもすごい。ケーブル類を束ねるホルダーをキャビネットから取り除くと残りはトーンアーム周りだけだ。アーム線とこのケーブルを中継で溶接ジョイントしているのでめんどい。戻っちゃったの。早っ。話はまた変わりますが、フルオートとセミリフトアップのメカ、どちらが複雑なのだろうか。レコードの終わりを検知し、オートリフトアップする機能はとても便利だ。また、リフトダウンは手動が多い中、ここまで電動化とは驚く。不良箇所の修理履歴を短くまとめました。PCB 両面の集中治療ツアーをご覧ください。最初は表のターンテーブルからブチルゴムシートはパイオニア JP501 です。シートを取り、ターンテーブルを外すとダイキャストと黒のスチールプレートが見えます。これ以上解体できないので表の作業はここまで、中は見えないがこんな感じで縦に収まっています。次はキャビネットを裏返しての作業になります。カバーの裏には銀箔が貼っています。PCB を上にスライドして全体を見ることにします。上のモーター駆動回路パターンの破損が主な原因と思われるが、基板の腐食とそれらに伴う三端子レギュレータと電解コンデンサや金属被膜抵抗化と変抵抗などその他もろもろ交換して基板修正し、かなり突き詰めたが被害が広範囲に及んで破壊的でした。そんなわけで捨てられない性格が災いしてラック下の物は完全化石化していました。分解作業も終わり、これですっきりしました。復活でいつまで片付かない机に乗っていたレコードプレーヤー。セッティングでスペースを取り、経済の置物に愛着を込めて。この動画はオールドオーディオと工作をテーマにしています。チャンネル登録で応援していただくと励みになります。ご視聴いただきましてありがとうございます。またいつかの動画でお会いしましょう。